はい、こんにちは。これですね、マイクロワックスソフトなんですが、こんな感じでですね、チョコレート状で届くんですよ。このぐらいかな、このぐらいに届くんですけど、これがね、だいたい450ぐらいで、450で、こういった形でね、ティッシュにゴミとかね、こういうね、ゴミとかを、これついてるんです、どうしても。そういうのを取り去って、こういうシート状にして前に聞いた時にお願いしたいっていう方もいらっしゃったので、これを、販売したいと思います。ちょっとね、割高になるかもしれませんね。火通したりとか、シートに流してっていう作業とかもありますので、あと、クオーレのね、クリーマの方でお売りいたします。で、今日はですね、お問い合わせがありました、クラックキャンドルの色付きっていうことで、色付きはどっちに色がついてるのかなってちょっと思ったんですけど、多分なんですけど、その地割れが入ってるその方に色がついてるっていう風に私は解釈したんですけど、それを今日はやっていきたいと思います。用意するものなんですけど、とりあえず型ですね。型は香料を入れる方は必ずこういうポリカーボは使わないっていうお約束でやってます。お約束っていうか、これは使ってみればわかるんですけど、中が曇っちゃうんですね。ポリカーボが悪くなってしまうので、香りはつけていないで私はいつもやってるんですよ。香りをつけたい人はポリじゃないのでアルミでね、作っていただければと思います。これに関しては香りはいらないかもしれませんね。好みですけどね。で、それ専用にこう使ってる方も結構いるので、それはいいです。どっちでも。で、私今日これ小さいのにします。小さい方が割れやすい。それでやっていきたいと思いますね。太ければ太いほど温度差、前もクラックキャンドルやらせていただいたんですけど、そちら見ていただければわかると思いますが、これ大きければ大きいほどクラックの入りが悪いんですよね。やっぱり温度差がねちょっと伝わりにくいっていうことで、私は今日こう小さいのを用意しましたっていうことです。はい、長いです。ごめんなさいね。芯も用意してください。芯は余談になりますけど、日本でだいたい手に入るのはロー引きしなきゃダメなタイプです。ロー引きしなくてもいいものも中にはあるので、実際私も持ってますけれども、今回私はこのロー引きをさせていただきます。これがねちょっとどのぐらいあるかちょっと計算もしてなかったので、100のパラフィンワックスに対してバイパーワックスを 1% から 2% ですかね。1% ぐらいでいいです。 2% 入れても 3% 入れても変わらないので、それを、溶かしていきたいと思います。バイパーワックスなんですけど、マイクロワックスと同様、ソフトやハードに関しても同様でひび割れとか防げるっていう効果があります。ひびを入れるのにひび割れの、効果をなくすっていう行為を私はしようとしてるんですけど、バイパーワックスを使う理由はもう一つありまして、抜けが良くなるのと、あとちょっと白っぽくなりますね。色をつけた方、このワックスに色をつけた方はもうちょっと淡くなる感じですかね。そういう効果もあるので重宝しますね。バイパーワックスは買っといた方がいいと思います。よくわからないよってことであればリンクの方を、見てください。皆さんのお問い合わせがねこれ本当に多いこのシリコンなんですけど、欲しい方がいらっしゃいましたら公式 LINE に宛てにですね、ご連絡いただければお譲りできると思います。じゃあこれがね120ぐらいになったんで、これをですね絶対ジュブ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 こう泡が立ってないとこれ意味全くないので、こう中にロウを入れなきゃいけないんで、勘違いされてる方も結構いらっしゃるので、ジュブジュブしてそれが終わったら取り出して、最初からね伸ばそうと思わないでギュッてやってから伸ばす。もう全然冷たくなっちゃってる状態です。これで伸ばす。本当にね全然大したことではないです。作業自体はね、皆さんねすごい怖がってできないとかっていうこともあるんですけれども、モードに大体入れるのは大体95度ぐらい、90度から95度とかっていう風に、言われています。それ以上のね耐熱の効果はありますが、中ロをするときは大体90から95ぐらいですね。じゃあこれをセットしておきましょうね。今ね
まだ100超えちゃってるので、これね可愛いでしょ。鉛筆型のねペンシル型なんですよ。これね日本じゃ手に入らないんですよ実はねこういうのもあるので、欲しいとかって思ったらぜひ声をかけてみてください。もしかしたら手に入るかもしれないんで、手に入らないもの結構多いんで、ほんと余談なんですけど、最近クオーレの方のクリーマの方でいくつかねボタニカルキャンドルとかも販売するようにいたしました。なのでもしよかったらご購入ください。こういう風にやってても売らないんですかなんていうこともあるので、せっかくなので売ります。で粘土、はい、92度になったんで入れます。こんな感じかな。まだまだ残ってるのでリモールにいいと思います。これで、止めておきましょう。すいません、止めるのがないので今回は割り箸で止めます。割り箸はね割らない方がいいです。この方が全然いいので、はい。でこれで固まるのを待ちます。おいおいやってください。リモードね絶対沈むんで、リモードを必ずやって、それでまた会いましょう。はい、また CM になっちゃうんですけど、これですねちょっとアウトレットでお売りしようと思うんですけれど、私の方でねこれが熱いうちに傷を入れてしまったんですよね。ちょっと見えるかな、わかるかな。傷を入れてしまったんですけど、これでもよろしければっていう感じで、通常よりもお安く扱ってますし、アウトレットっていう形で販売したいと思いますので、クオーレのクリーマのページから、ご購入なさってください。綺麗にはしますが、ちょっともうアウトレットなので傷とかちょっとした汚れとかそういうのはご了承いただいてっていう感じになります。すいませんがよろしくお願いします。引き続きなんですけど、これをリモールドちゃんとしましてできました。ちょっと今とでこう取れない時もあるんですよね。はい、こんな感じで可愛いの。手にこんなちっちゃいんですよ。可愛いですよね。でこれをですね下切っちゃってください。でこっちが上になるんですけど、クラックですね。はい。でクラックに色を入れるというやつですね。で私なりにちょっと考えてやってみたいと思います。用意するのはこれですね。ちょっと入れてみます。成功ですかね。こんな感じでクラックに色が入ってくれるんですが、見えてないし、ちょっと待ってください。ちょっとね上の方は綺麗に入ったんですけど、ちょっと下の方がちょっと入りが悪かったみたいですね。ちょっともう一回やっても多分変わんないと思うんですが、大して変わんないです。これはクラックを大きくまず出さなきゃいけないっていうのと、色を入れるっていうその色ですよね。何を入れたのかっていうことが問題になってくると思うんですけど、だいたい想像つくと思うんですけど、はい、こんな感じですね。黒いね線が入りました。クラックの入りやすいのはやっぱり熱が入りやすいとか、要するに太いのだとクラックが入りづらいですね。細い方がうまくいくっていうのは本当です。中まで入るわけなんでクラックって、この説明をすると見ていただいた通りだっていうことでいいですかね。これ気になってしょうがないんでもう一回見せようかな。こんな感じです。何を使ったかっていうと100均ですね。墨汁ですね。色がつくって言ったら墨汁かなとかってちょっと普通に思った。成功してよかった。他にも例えば同じような原理を使って色を例えば赤でも何でもいいんですけど入れることはできるとは思います。これ墨汁に限ったことではないと思うんですけど、これね実は一度凍らしてシャリシャリな状態なんですよね。なんでかっていうと昨日冷凍庫に入れっぱなしにしちゃってそのままにしちゃったんですね。
で、朝びっくりして固まっちゃってて、急いで溶かして冷蔵庫の中に入れといた状態です。これ今の気温がだいたい20度ぐらいだと思うんですけど、20度ぐらいに対して要はこの、シャリシャリ感のあるこの冷たさですね。要は冷たいものの中に入れてあげれば大きなクラックが入るっていうことですね。クラック現象は温度差ですね。色のついたクラックっていうのは私の場合は牧場でやりましたってことです。いろんなワックスとかねで試してみてもいいと思うんですけど、これが一番いいんじゃないかなっていうので皆さん試してみてください。この大きさではなくて、牧獣でもなくて、あまり著作権のことを言いたくないんですけども、著作権は一応放棄はしてません。自分で楽しむ分にはいいんです。だけど人に売ったりとか教えたりとかっていうのはなしですね。だから私もね、パン作りとかいろいろやりますけど、外には出したりはしません。例えば売って外に出したりはしないですね。当然ながら人のレシピなんで。自分で考えたレシピだったら堂々とね、レシピこうだよとかっていう風に教えられますけど、人が考えたレシピは基本そういうことはしませんよね。でも私が見てる限りだと結構な確率で私が YouTube で流した作品って流れてますので、あまりねそういうことないように本当にお願いします。ご自分で作った作品の方が愛着あると思いますので、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さんから要望が多かったこちら作りました。また、作りますので、それではまたねー。